はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。皆さんお疲れ様でした。やっと休みになりましたね。皆様はゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。連休中に積んでいたゲームをプレイされる方、連休を使って Steam で PC ゲームを始められる方、いろいろいらっしゃるかと思いますけども、今回は Steam で2022年5月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめに、ベーカリーシミュレーター。フォロワー数は5220人。パン作りをテーマにしたパン職人体験シミュレーター。プレイヤーはパン職人となって様々なパンを作って販売していきます。注文されたパンを様々な機材を使用して生地から作成し焼き上げて、最終的には自分で車を運転して店先まで配達するというなかなかに盛りだくさんなゲーム内容。お店が必要としているパンの種類は多種多様で、クロワッサンやベーグル、マフィンなども求められ、より多くの商品を作れるようにオーブンや発酵室など設備を整え、時間通りに配達し、お店からの評価と信頼を高めていきます。また、料理本をチェックしたり、レシピのデータベースにアクセスすることで、オリジナルレシピを開発することもできます。時折ライバルが登場するので、顧客を奪われないように、パン職人としての腕を磨き、美味しいパンを作るための設備投資を行い、ライバルに負けないパン職人を目指していきます。ベーカリーシミュレーターは、2022年5月4日リリース予定日本語対応の作品です。ワイルドキャットガンマシーン。フォロワー数は916人。予定価格は1700円です。弾丸地獄のダンジョンを進むアクションアドベンチャー。弾丸シューティングとダンジョンクロールを併せ持ったエンターザーガンジョンライクな作品で、グロテスクな怪物があふれるダンジョンを探索し、悪魔のような長老神から巨大メカロボットを解放するといった物語です。本作はプレイするたびにランダム生成されるダンジョンやランダムで入手できる武器、アイテムといったローグライク要素はなく、プレイヤーは40種類の銃の中から1つを選択してダンジョンに挑み、プレイスタイルに合わせてスキルをアップグレードして様々な強敵たちを撃破していくことになります。タイトルにもある通り、ワイルドキャット、トレーダーにも出てくる猫がどのように関係してくるかは分かりませんが、トリガーハッピーな人は要チェックの作品です。ワイルドキャットガンマシーンは2022年5月5日リリース予定日本語対応の作品です。恐れの主とは我のことよ、ジジイ。トレックトゥ読み。フォロワー数は5830人。予定価格は2050円です。モノクロサムライアクションゲーム。日本の侍をテーマとした横スクロールアクション。一昔前の海外から見た勘違いされた日本といった印象はみじんもなく、まるで黒沢映画7人の侍を見ているかのような白黒活劇の雰囲気をそのままに、グラフィックを超綺麗にした印象です。さらに全編を通して有名声優の日本語フルボイスを採用して、この価格は驚きです。詳しいストーリーは公開されておらず、主人公の若き剣士ヒロキの暮らす村がカゲロウを率いる賊の襲撃を受け、ヒロキの剣術の師範である三十郎がカゲロウとの戦いの末命を落としてしまうといったあらすじです。タイトルのトレックトゥ読み、日本語に訳すと読みへの旅路。その言葉からイメージされる通りに人だけではなく魑魅魍魎の類も登場するみたいです。昔の白黒時代劇と比べると映像が綺麗すぎますが、雰囲気もあって縦アクションも必殺仕事人みたいでとても興味深い作品です。トレックトゥ読みは2022年5月6日リリース予定日本語対応の作品です。ブリガンダインルーナジア戦記。フォロワー数は836人。ファンタジー世界を舞台にした国取りシミュレーション。2020年 PS4 スイッチからリリースされた PC 移植作品です。ルーナジア大陸統一を目指し6つの勢力が群雄割拠するシミュレーション。プレイする勢力によって異なる物語が楽しめるほか、地理的条件、部隊編成の違いなど勢力によって戦い方も変化していきます。またマナの恩恵を受けて強力な力を手にした100人以上のルーンの騎士が全フルボイスで登場し、それぞれの思いを胸に戦火へと身を投じていくことになります。ゲームの流れは戦力を整える編成フェーズと敵国へ進軍する攻撃フェーズを行うことで一節が経過し、これを繰り返す形でゲームは進行していきます。攻撃フェーズである戦闘は
六角形のヘクスマップで展開するターン制バトル。各ユニットのスキルや属性、包囲効果や地形効果などをうまく利用して戦いを有利に進める戦略重視の戦闘となっています。戦闘を通して騎士やモンスターはレベルアップし、新たな技や魔法、スキルを習得するだけではなく、上級クラスにクラスチェンジできるなど育成要素も豊富です。6つの勢力でそれぞれに異なるストーリーやイベントを楽しめ、異なる勢力でプレイするたびにそれぞれの思想や思惑が描かれ、物語の全容が明らかになっていきます。また戦闘時には各キャラクターごとにちょっとした会話が発生し、その人物の背景や人間ドラマなどが語られ、この世界観への没入を高めています。ご存知の方もいるか分かりませんが、個人的にスペクトラルフォースが好きだったので、こういった作品はとても興味深いです。ブリガンダイン・ルーナジア戦記は2022年5月11日リリース予定、日本語対応の作品です。春雪てレトロ地下。フォロワー数は6015人。予定価格は7480円です。実写を用いた本格ミステリーアドベンチャー。100年にわたって不可解な死が続く獅島一族をめぐる数奇な運命が描かれています。プレイヤーはこの一族のもとを訪れた新進気鋭のミステリー作家加賀木春となり、100年にわたって起きた4つの殺人事件に挑むことになります。時を超え過去に起きた殺人事件を追体験し、獅島一族に伝わる不老の果実を求め100年の殺人を繰り返す赤い椿。その正体は一体誰なのか。物語は一人が複数役を演じるマルチロールシステムによって語られ、ある事件の被害者役は別の事件の犯人役なんてこともあるかもしれません。ゲームは問題編、推理編、解決編の3つのパートで展開し、問題編で得た手がかりと謎を組み合わせて思考空間で様々な仮説を作り、その仮説をもとに犯人を追い詰めていく。ミステリーには謎があり、謎を解く手がかりも必ずあるということで、手がかりは必ず映像の中に映し出されており、推理に行き詰まってしまってもヒント機能があるので、諦めなければ物語の結末を必ず見ることができるので安心です。春雪てレトロ地下は2022年5月13日リリース予定、日本語対応の作品です。ハーベストデイズ。フォロワー数は1850人。オープンワールドの農場経営シミュレーション。スタデューバレーや牧場物語に影響を受け RPG 要素を備えた本作の舞台はのどかな田舎町ドゥーダ。過去のある出来事をきっかけに人々が離れていってしまったこの町を以前の活気のある町に再建する物語です。プレイヤーは農作業をメインに動物の世話、資源の収集、釣りや町の人たちとの交流など忙しい毎日を過ごしながら、ルーダの周辺に広がる美しいビーチや貴重な鉱石のある鉱山などを探索していくことになります。またクエスト要素や季節ごとのランダムなイベントなども用意されているので、忙しいながらも充実した牧場ライフを送ることができそうです。ハーベストデイズは2022年5月13日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。エコーブレイド。フォロワー数は340人。盲目の剣士が挑むダンジョンエクスプローラー。プレイヤーは広大な塔の迷宮に閉じ込められた盲目の剣士となって、音だけを頼りに牢獄を脱出し、自由への道を切り開かなければなりません。一人称視点で展開するゲームプレイは、暗闇の中で聞こえてくる足音、鎧の音、剣の一振り、あらゆる音の反響により周囲のオブジェクトがうっすらと浮かび上がり視覚化され、これを頼りにダンジョン内を探索していくといったシステムです。広大な塔の迷宮にはトラップドア、有毒ガスが充満する部屋など様々な罠が仕掛けられており、危険は至る所に潜んでいます。慎重に歩みを進め、自由への道を切り開きましょう。エコーブレードは2022年5月4日リリース予定、日本語未対応の作品です。ベストマンセーバー。フォロワー数は430人。余命1ヶ月。残された時間で息子に生きる術を教えるアドベンチャー。シングルマザーの主人公ルイーズは生活費を稼ぐのに苦労する日々を過ごしています。物事は常に悪くなるもので、突如余命1ヶ月の末期症状と診断されてしまいます。しかしそれをまだ8歳の息子であるミッチにどう説明すればいいのか悩みながらも、時間は刻々と進んでいく中、
ルイーズとミッチは1ヶ月という短い期間で母子としての一生を過ごすための旅に出るといった内容です。旅を続けていく中でミッチはルイーズの行動を見て成長し、道徳心、自尊心、社交性といった3つのパラメーターは選択肢によって常に変化し、このパラメーターによって最終的に複数の結末にたどり着くことになります。彼がどんな人間に成長するのかはプレイヤーの下す一つ一つの選択肢次第です。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。ベストマンスエバーは2022年5月6日リリース予定日本語未対応の作品です。シチズンスリーパー。フォロワー数は4130人。宇宙ステーションを舞台にしたテーブルトーク RPG。プレイヤーは人間の意識だけを宿したサイボーグ、いわゆる全身擬態の作業用ロボットスリーパーとなって、この作業用ロボットの所有者である企業の回収から逃れるため、巨大宇宙ステーションアーリンズアイに潜入することになります。アーリンズアイは企業の支配から脱却を目指した理想主義者が立ち上げたコロニーですが、現在は無政府主義の同盟や寄せ集めの諸勢力が街を牛耳っており、薄汚く無秩序ながらも活気のあるステーションで生きていくことになります。ゲームはサイクルと呼ばれる周期ごとにサイコロの出目によって仕事をしたり買い物をしたりといった様々な行動アクションに割り当てることができ、その結果は自分自身と周りの人々の人生に影響を与え、ひいてはステーションの未来をも決めていくことになります。また、ステーションに住む個性豊かなキャラクターたちとの関わりを通して生きる方法を学び、いつの日か何十年ものデータが蓄積されたステーションのクラウドにアクセスし、未来を変えることすらできる失われたデータの謎を解き明かしていくといった物語です。シチズンスリーパーは2022年5月6日リリース予定日本語未対応の作品です。ソングオブコンクエスト。フォロワー数は18,500人。90年代風 2D ドットの単性ストラテジー。ゲームの舞台は4つの勢力が覇権を争い、壮絶な紛争を繰り広げている世界。衰退した帝国の残党であるアーレオン、独立した商人国家を形成したバリア、奴隷となった過去を持つ沼地の住人ラナ、ネクロマンサー率いるカルト王国ロス。プレイヤーは各々の勢力に属するヒーローを操作して、敵勢力と戦いながら世界に広がる未知の土地を探索し、貴重な資源や強力なアーティファクトを見つけ、自国の勢力を拡大していくといったゲームです。ゲームシステムはヘクスマスを使った単性ストラテジーの戦闘と、探索で得られた資源を使い、建物の強化、ヒーローの雇用や新技術の研究といった王国管理をメインに展開していきます。銀融詩人が何世紀もわたって語り継ぐ王国を築き上げましょう。ソングオブコンクエストは2022年5月10日リリース予定日本語未対応の作品です。We Were Here Forever。フォロワー数は9070人。2人協力型のパズルアドベンチャー。人気コープパズル脱出アドベンチャー We Were Here シリーズの最新作。2人のプレイヤーは南極探検家となって呪われた謎の城キャッスルロックを舞台に様々な謎や困難を乗り越えていくといった作品です。本作の特徴は別々の場所を探索していくことになる2人のプレイヤーがトランシーバーを使ってお互いの情報の共有と分析を行いパズルを解いていくことです。お互いに画面は見えず言葉だけでヒント情報を共有しなければならないため、伝える側の正確な情報伝達能力と受け取る側の正確な情報理解能力が双方に求められるといったユニークな作品です。We Were Here Forever は2022年5月10日リリース予定日本語未対応の作品です。ゴールドハンター。フォロワー数は3675人。金鉱脈採掘シミュレーター。脆い車と少ない資金を握りしめ、広大なフィールドを探索してゴールドラッシュを掘り当てるロマンのありそうなシミュレーターです。なけなしのお金で金属探知機など必要なアイテムをストアで購入して森の奥深くへと入っていきます。最初は土砂をシャベルで掘り、金と砂利を分別してパンニングといった地道な作業で小さな金を掘り当てていきます。資金が貯まればユンボなどの重機を使った大規模な採掘作業も行えるようになってきます。マルチプレイにも対応しており、みんなでワイワイ一攫千金を目指しましょう。ゴールドハンターは2022年5月13日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年5月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきました。
ゴールデンウィーク中はゆっくりできる方も予定が入って忙しい方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと息抜きがてらにゲームでもいかがでしょうか。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。